本当に邪魔だわ。車が狭くなるから、あなたは降りてちょうだい。私は義母の言葉に耳を疑った。義妹も、そうよね。さっさと降りてよ。と義母に同調した。私はもう我慢の限界だった。わかりました。じゃああとは勝手にどうぞ。勝ち誇った顔をして笑う義母と義妹を横目に、私は車を降りた。その後、義母から私のもとに鬼電がかかってきた。お願い。今すぐ戻ってきて。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちは友人が開いてくれた合コンで知り合った。私は今まで仕事に打ち込んでいて、あまり恋愛に時間を割いてこなかった。そのためしばらく彼氏がいない状態が続き、気づけば30歳になっていた。そんな私を心配した友人が合コンを開いてくれたのだ。そこで私は同い年の正人と出会った。正人は同い年なだけあって、共通の話題も多く、話しててとても楽しかった。それから自然と2人で会うようになり、交際がスタート。彼は優しくて面白くて、デートでもいろんなデートプランを考えて、私を楽しませてくれた。彼といると、終始私は笑っていて、頬と腹筋がつりそうなくらいだった。そして私たちは順調に交際を進めていき、2年が経った頃に結婚することになった。結婚の際にお互いの親に挨拶に行ったのだが、私は交際をしている時から、すでに彼の親とは会っていた。彼は実家に住んでいたから、たまに食事に誘われて、義実家に食べに行っていて、義両親ともすでに知り合っているのだ。その時に、義両親はとても私に優しくしてくれて、本当の娘のように私に接してくれた。のぞみさんは本当にいい子ね。あなたが正人のお嫁さんになってくれたらいいのに。そんなことを義母はよく言ってくれて、正人はいつも照れていた。母さん、そういうことを突拍子もなく言うのやめろよ。びっくりして吹き出すところだっただろ。あら、別にいいじゃない。私は思っていることをただ言っただけよ。でもあなたが早くプロポーズをしないと、捨てられてしまうかもしれないわね。怖いこと言わないで。正人が本気で慌てているのを見て、私はついつい笑ってしまった。温かくて本当にいい家族だなぁと、見てて微笑ましくなる。私の家はこういう家庭ではなかったから、ちょっと憧れていたのもあったと思う。というのも私の親は、父の不倫が原因で、18年ほど前に離婚している。当時16歳だった私は、母を裏切った父のことを本気で憎んだ。それからあまり男性というものを信じられなくなっていた。そうやって若干男性不信になっているところがあったから、結婚が遅れてしまったのもあっただろう。それでも正人には心を開けたし、そして彼となら温かい家庭を築けそうだなと思った。そしてその思いは、義実家で義両親と接して、さらに強くなった。それから私は彼と結婚をした。結婚式での私のウェディングドレス姿を見て、母は涙を流していた。あなたは温かくて幸せな家庭を築いてね。結婚おめでとう、のぞみ。ありがとう、お母さん。私とっても幸せだから心配しないで。母の涙に私もつられて泣いてしまった。そして無事に結婚式が終わり、私は正人との結婚生活をスタートさせた。新婚中はとても幸せだった。毎日一緒の家にいて、夜寝る時も朝起きた時も、隣に正人がいることはとても幸せだった。一つだけ不満があるとすれば、私の方が家事の負担が多いことだ。夫はずっと実家に住んでいたから、料理が全くできない。一度挑戦してみなよと言ってやらせてみたのだが、
私が思っていた以上に不器用で、これは何か事故が起きそうだと思ったので、料理は私が担当することにした。だが仕事で残業をして、とても疲れた状態で、家に帰ってから晩ご飯を作らなきゃいけないのはかなり辛い。夫の方が早く帰ってきているのに、ソファーで寝転がって、テレビを見ているのが視界に入りながらご飯を作るのは、正直イラッとしてしまう時がある。それでも夫は別に私が作る料理に文句は言わないし、残業で晩ご飯の時間が遅くなっても、特に不満を言わないから、その点はありがたい。夫婦だとしても、お互い人間なのだから、欠点というか、嫌だなと思う部分はどこかしらある。トータルで考えて幸せならば、相性はいいのではないかと私は考えていたので、夫との結婚生活は、むしろ幸せなことの方が多かったと思う。夫は相変わらず話が面白いし、同い年だからか、テレビの趣味とかもあって、チャンネル争いになることもない。それから私たちは幸せな結婚生活を送り、あっという間に2年が経った。2年が経っても、私たちは今までと変わらない日々を過ごしていたのだが、ある日いきなり夫がこんなことを言い出した。そろそろ俺の実家で住もうか。私は夫の発言が最初理解できなかった。どういうこと？実家で住むって、もしかしてお母さんたちと同居ってこと？私が驚きながらそう聞くと、夫は、それ以外に何があるんだよ、と笑った。本気で言ってるの？私の反応に、夫は少しムッとした。なんだよ、嫌なのか？いや、あまりにも突然すぎたから動揺しちゃって。お母さんたちから提案してきたことなの？まあそうだな。でも俺ももともと考えていたことだよ。ある程度夫婦での結婚生活を送ったら実家に戻ろうって。そんな。私は夫がまさかそんなことを考えているなんて知らなかった。しかも義両親も同居について計画していたなんて。それなら結婚する前に言ってくれればよかったのにと思う。だが義両親はとても優しいし、結婚してから定期的に義実家に顔を出していたが、その都度私によくしてくれたし、同居することはそんなに嫌じゃなかった。まあ、もう少し長く、夫婦二人だけでの時間が欲しいなとは思ったが、私は義実家で義両親と同居をすることを承諾した。夫はとても喜んでくれて、早速義実家に移り住むことになった。お母さんお父さん、今日からよろしくお願いします。のぞみさん、よく来てくれたわね。早速上がって荷物を運んじゃいなさい。はい。私は荷物を持って義母について行った。ここが今日からあなたの部屋よ。そこは物置部屋として使われているような狭い部屋だった。ここですか？そうよ。何か問題でも？義母は目を丸くしながら私を見てそう言った。私は逆に驚いている義母を見てさらに驚いてしまった。マサトと同じ部屋じゃないんですか？あの子の部屋はあの子のでしょ。あなたのものまで入れられるスペースはないわよ。まあ別に寝るときくらいはあの子の部屋で寝れば。そうさせてもらいます。義母は今までの優しい雰囲気が全く消えていて、私は戸惑いを隠せなかった。そして困惑した顔をする私を見て、義母はニヤッと笑いながらこう言ってきたのだ。急に態度が変わってびっくりした。でも残念ながらこっちが本当の私なのよ。今までは猫かぶって、いい人のふりをしていたの。あんたを油断させるためにね。これでようやく、あんたがマサトと結婚した意味があったってことよね。どういうことですか？それはこれからわかるわよ。
義母は不敵な笑みを浮かべていた。私はこれからの同居生活が一気に不安になった。そしてそれは翌日からすぐに訪れた。のぞみさん、いつまで寝てるのよ。さっさと起きて家事をしなさい。そう言って私を叩き起こす義母。時刻はまだ4時だ。私はなぜこんな時間に起こされたのかわけがわからないでいると、義母は、早速庭の草むしりと朝ごはんの準備と、マサトのお弁当作りをしなさい。と私に命令してきた。ものすごい剣幕で私を睨みつけながらそう言ってくるので、私は断ることもできずに、言われるがままに家事をした。朝から動きっぱなしで、夫や義父が起きてくる頃にはヘトヘトの状態だった。しかも義母は、何よこの料理、味が薄いわ、とか、本当に料理が下手なのね、などと、私に小言を言ってくる。夫と義父に助けを求めようと二人を見ても、二人とも知らん顔をしていて、私は絶望した。この時、私はもしかして、義実家で奴隷のように扱われるために、同居をさせられているのではないかと思った。いや、ほとんどそう考えて間違いないだろう。というのも、私は義実家に移り住む段階で、夫から仕事を辞めるように促されて、すでに退職していたからだ。それはつまり専業主婦として、義実家で一日中、義母の監視のもと、家事をやらなければならないということだ。夫はおそらく、義母からそうやって仕向けるように言われていたのだろう。私はそのことに気づいた時に、絶望した。まさか夫と義両親が結託して、そんなことを考えていたなんて。義母は自分の奴隷を見つけたかのように、一日中私をこき使ってきた。気に入らない部分があれば、気が済むまで文句を言い続け、飽きたら私に重労働をさせて、自分はソファーで寝転がっている。私がこんなにヘトヘトの状態なのに、義母がゆったり横になっているのを見て、ものすごく腹が立った。だが文句の一つでも言おうものなら、義母からものすごい怒声で怒られる。私は義母に従うしかなかった。しかし、とりあえず真偽を探るべく、私はその日の夜に夫に尋ねた。ねえ、お母さんの態度がものすごくひどいんだけど、もしかして最初から私をこき使うために、お母さんは同居を提案してきたの。まあ今思えばあまりにも直球すぎる質問だが、それでも夫に確認せざるを得なかった。だが夫は目を見開いて怒った。はあ？お前何を言ってるんだよ。俺が母さんの言いなりになって同居をしようと言ったとでも思ってるのか。いやそういうことじゃ。心外だな。お前は俺のこと舐めてんだろ。ちょっと待ってよ。そういうことが言いたいんじゃないのに。夫は私がいくら誤解を解こうとしても聞く耳を持たなかった。そしてそれからというもの、夫も私に対してひどい言葉を投げかけるようになった。母さんの言う通り、のぞみの料理はひどいな。今までは働いていたから仕方ないけど、専業主婦になったんだから、もう少しまともなものを作れよな。本当にそうよね。全く使えない嫁だわ。そうやって義母と夫は一緒になって私を罵倒する。私は一瞬にしてこの家から出て行きたいと思ったが、仕事を退職して無職だったので、そう簡単に出ることができない。それから義母と夫に罵倒される日々が続き、同居を開始してから1ヶ月が経った。するとそんな中、さらに私を悩ませる存在が現れた。それは義妹のゆかだ。ゆかは私と夫よりも早くに結婚して、すでに子供が2人いるのだが、私と夫が義実家に同居を始めたと聞き、子供を預けに来るようになったのだ。じゃあ今日もよろしくね。義妹は当たり前のように預けに来て、義母も当たり前のように受け入れるが、子供の面倒を見るのは当然私だ。
義妹の子供は5歳と4歳で、どちらも男の子なので、とてもやんちゃで、世話をするのが本当に大変だ。その上で家事を全部やらなければいけないので、体力がいくらあっても足りない。私はそんな風に義実家の人たちにこき使われて、心身ともに疲弊していた。そしてそんな中、義実家の人たちは家族旅行を計画した。何でも義母が還暦を迎えるから、そのお祝いを盛大に行いたいそうだ。私は参加せずに留守番になるのだろうなと思ったが、夫から運転手に任命されてしまった。父さんは去年足を怪我してから運転を禁止されてるから、お前が運転しろ。母さんもゆかも免許を持っていないからな。私はできれば一人で家にいたかったのだが、断ると後々面倒なので仕方なく従うことに。それから1ヶ月後、義母の還暦祝いの家族旅行の日がやってきた。目的地は地方にある温泉地の高級旅館だ。朝早くに出発し、私は義実家の人たちが乗る車を運転した。私だって眠たいのに、義実家の人たちは後部座席で爆睡していた。イライラをなんとか抑えながら、私はしばらく運転をし、2時間ほどが経った。すると夫が起きてきて、トイレ行って何か軽く食うものも買いたいからサービスエリアで泊まって。と言ってきた。私に命令するなよと思ったが、仕方なくサービスエリアに泊まった。多分義実家の人たちはみんなトイレとかに行くだろう。その間に一眠りしようと思った。だが車から出たのは義父と夫だけだった。義母と義妹は車内に残り、夫にソフトクリームを買ってくることを頼んでいた。一番厄介な存在が車の中に残ったなと思っていると、義母と義妹はずっと寝ていたから目が冴えたようで、ここぞとばかりに私のことを罵倒してきた。あんたって本当に運転下手よね。落ち着いて寝れなかったわ。嘘つけ、爆睡してただろうが。一番いびきがうるさかったぞ。家事もダメ。運転もダメ。何にも役に立たないわね。っていうかなんであんたが運転しているのよ。本当に邪魔だわ。車が狭くなるからあなたは降りてちょうだい。私は義母の言葉に耳を疑った。義妹も、そうよね。さっさと降りてよ。と義母に同調した。私はもう我慢の限界だった。そしてこれはチャンスだと思った。ここで私がいなくなれば、義実家の人たちは相当困るだろう。わかりました。じゃああとは勝手にどうぞ。勝ち誇った顔をして笑う義母と義妹を横目に、私は車を降りた。どうせ現地に着いても、私の分は予約を取っていないとか、そういうことをしてきそうだし。私はすぐにタクシーを拾って、最寄りの駅まで走ってもらった。ちょっと料金は高かったが、一刻も早くあの場から離れたかった。その後、義母から私のもとに鬼電がかかってきた。私はタクシーに乗っているので、電話は完全に無視。駅に着いてからも電話はたくさん鳴っていたが、無視をした。そして2時間後に義実家に着いてから、私は電話に出た。もしもし、どうしたんですか？あんた。なんですぐに電話に出ないのよ。今どこよ？もう家ですけど。はあ？何やってるのよ。何やってるって、追い出したのはお母さんじゃないですか。私は車から追い出されたから帰ってきただけですけど。私がそう言うと、義母は言葉を詰まらせた。もういいですか？切りますよ。待って。お願い。今すぐ戻ってきて。さっきお母さん私のこと追い出しましたよね。それなのになんで呼び戻すんですか？マサトがまさか、今運転することができないなんて知らなかったのよ。
あなたしか運転できる人がいないなんて思わなかったの？ああ、そっか。あの人プライドが高いから、お母さんたちに話さないようにしてましたもんね。実は夫は同居が始まる前に、スピード違反を繰り返して、免許停止になっていた。そのため、今運転することができないのだ。あの人、友人とドライブとか行くと、人が変わって調子に乗るみたいで、まあ要するに生きってるってことですよね。それでスピード違反とかダサすぎですけど。私が笑っていると、電話の声が夫に変わった。お前、俺のことバカにしてんのか？嫁のくせに生意気だな。帰ったら覚えておけよ。夫の怒声が電話口で鳴り響く。だが私はもう動じなかった。帰ってきても、私はいないわよ。え？離婚届を置いて出ていくから。ちょっと待て。離婚って、あなたたちから精神的に追い込まれて、心身ともに疲弊したの。だから私、あなたと別れることにしたわ。お母さんとかからは邪魔者扱いされたし、お父さんは私がいようがいまいがどうでもよさそうだったし、私が出て行ったって問題ないでしょ。そんなの許さないぞ。俺は離婚しないからな。あなたに決定権はないわよ。私はあなたやお母さんにいびられていた時の音声を録音したり、日記に残していたの。それを弁護士に見せて相談したら、モラハラで慰謝料を請求し、旦那の有責での離婚ができるって言われたわ。慰謝料？あなたが温泉旅行から帰ってきたら、離婚と慰謝料の請求が待ってるから、楽しみにしててちょうだい。そんな。電話口で絶句している夫。私はこちらが伝えるべきことは伝えたし、義実家の人たちが相当に焦っているのも確認できたので、私は電話を切った。そして離婚届を置き、急いで荷物をまとめて実家に帰った。母には旅先から帰ってくる途中に電話で全て話していたのだが、そんな奴らとは縁を切って正解だと言って、私が出戻るのを許可してくれた。実家に戻ってから、私はすぐに弁護士の方に連絡。早急に離婚の準備を進めてもらった。夫や義母からは、鬼伝とメッセージが大量に来ていたが、私は無視をした。メッセージには、運転代行を頼んで旅館まで運転してもらったから、ものすごい料金がかかった。とか、旅館から帰るときにどうすればいいんだ。など来ていて、案の定困っているのがわかり、ざまあみろと思った。その後、私はすぐに弁護士を通して、夫に離婚を要求し、モラハラによる慰謝料も請求。内容証明を夫の職場にも送ったので、夫はすぐに対応してくれた。弁護士曰く、内容証明を送ってきたことで、職場の人たちにバレたことを夫は怒っていたらしいが、それも私の作戦通りだ。風の噂で、夫は愛妻家ということで職場で通していたらしいので、私はとんだ嘘つき者だから気をつけた方がいいという忠告も含めて、職場の人たちに知らせようと思ったのだ。結果的に私は無事に離婚することができ、慰謝料も支払ってもらえることになった。元夫は今回の件で職場の人たちから冷たい目で見られるようになり、肩身の狭い思いをしているらしい。だが慰謝料を支払わなければいけないので、仕事を辞めることはできないそうだ。元義母は私をこき使えなくなったことで、再び家事をしなければいけなくなったのだが、元義妹が相変わらず子供を預けに来たので、子供の世話をしている時に、ぎっくり腰をやってしまったらしい。それから腰の調子が悪く、通院する羽目になっているんだとか。そして元義妹はというと、不倫をしていたらしく、子供を預けていたのは、日中に不倫相手と遊ぶためだったことが発覚。旦那さんから離婚を突きつけられ、慰謝料を請求されたそうだ。
元義妹は実家を頼ったが、元義母は元義妹が不倫相手に会うために預けてきた子供の世話で腰を痛めたので、元義妹に激怒していて、実家には帰ってくるなと言い、親子の関係が破綻している状態だそうだ。そういった内容をつらつらと説明して、復縁してほしいと、元夫からメールが来ていたが、私は迷惑メールに振り分けて、無視をした。そして現在は母と一緒に暮らしながら、再就職をして元気に働いている。しばらく恋愛や結婚はいいので、今は母と過ごす時間を大事にしていこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。